皆さんこんばんは。木曜日夜8時、機動戦士ガンダムの時間です。前回の制作では胸のルーバー、ダクトかな、それを制作して、今回は多分最後になるかと思います。黄色いパーツ、襟の方を作っていきます。制作面積は広いんですけども、前回のようなギミック的なものはないので、今回こそすんなりいくだろうなって思ってたんですけども、そんなことはないですね。やっぱり今回もね、ちょっと大きなミスもしましたしね。とにかく今回も最後まで楽しんで見ていただけたらと思います。一旦三方の襟を直接書き込んでいきます。そこから読み取って一つ一つの寸法を取っていきます。等分曲線との戦いは急戦だろうと思ってたんですけども、ここでもカーブがね邪魔をしてきました。参考にしているガンプラをよく見てみると、天板につく両サイドの襟が湾曲しているのと、胸部の前面もしっかり湾曲させて作っているので、もともと曲線との戦いは避けては通れませんでした。今回もね読みが甘かったですね。全然簡単なわけないんですよね。いくらなるいカーブでも無理して曲げてとやることは同じなので大変です。曲面への位置出し、差し金の先端と角を溜めてみて重なる点が水平点。大工さんじゃないと、何を言ってるかわからないかもしれませんが、丸太をね刻むときに教えてもらった技ですね。こんなところに大工の知恵が生きてます。見てもらった通りこんな感じで位置出しをしました。実はね後でこれ全部消してやり直すんですよね。やり直しをカメラ回す気力もなく、サイズは少し変わるんですけどもやり方は同じなので、はいすいません。では襟のパーツ作っていきます。
裏にスリットを入れて曲げるもおなじみの技を駆使して曲がるのは曲がるんですが、曲げると、このように隙間が生じます。こいつをちまちま削っていくんですけれども、この作業もなんだかおなじみになってきました。これまで10分ほどで収まってますが、裏では結構な時間がかかってます。この後ね、あることにふと気づいて、これまでがパーなんですよね。方眼紙を3枚つなげた図面、裏に書いたものを読み取ってこれまで作ってきたんですが、なんとね、表が清書なんですよね。なんでなんかな。この裏に書いた図面は下書きやったんです。もうね、昔のことやで覚えてないんですよね。ほんとね、消すかね、罰振っておかなあかんですよね。こんな凡ミスね、もうニュータイプにはなれそうにないですね。全体的な長さは良かったんですけどね、襟のね、高さがね、違うんですよね。低いんですよね。ここで気づけてよかったと思って、切り替えました。カメラ回す気にはなりませんでしたけどね。ということで作り直しました。こいつらはね、ちょっとゴミになっちゃうんかな。まだどっかで使えたらいいんですけども。作り直したものと比較してみると、こんだけの差なんですよね。1センチほどかな。けどこれがね、許せないんですよね。1センチ、大きいと思います。やっぱり失敗は大小に限らずね、ずっとね、頭の中に残るんでね、っていうのがね、思い切って直すっていうか、やり直すのが一番ですよね。ということで、天板の襟は成形したんで、そこからまた再スタートしていきます。続いて胸部の前につく襟を作っていきます。よく見てみると、襟の三角の頂点が芯に来てないんですよね。外側の面が広い三角になってるの分かりますかね。
そこら辺を気をつけて制作していきました。手のこで切ったからといって合うわけでもなく、こうやって小さいカンナやのみではったりして調整していきます。表面から見てまずしっかりとついてないといけないからといって裏を必要以上に取ってしまうと点でしかついてないことになるので、それもあまり良くないと。ここら辺の微調整というか、そういうところも難しいところです。何度も微調整したにもかかわらず全く合わなくて頭の中ハテナになってますが、完全に逆やったってだけですね。完璧に作業を進めている風の僕ですが、現実はこんなもんですよ。胸部の前が思ったより曲線が強いです。誰やこんなように作ったのは。
一旦一周襟の外周部分だけを取り付けていきます。多少の隙はあるものの、後でね角度を微調整するのでまあ大丈夫でしょう。こうしてみるとね、ちょっとカーブしてるのが見えると思います。このちょっとしたことがね大変なんですよね。難しい。普段ノーミュージックで無言での作業ですが、こういった箇所はやっぱり心の声が漏れますよね。久しぶりのエア工具の登場かと思います。ピンネイルといって待ち針のように細くて頭がない釘です。マスキングテープだけでは仮固定できないところに使っていきました。両サイドの襟は裏からビスで固定していきました。後の部材はビスが効くほど高さがないのでピンとボンドでって感じです。下の開けてでも表にねビスが出そうで、こういう仕事は怖いですよね。外周部分の襟部材がぐるっと取り付けられました。どうでしょうかね。これでもだいぶガンダムっぽくなってきたかと思います。パッと見わからないぐらいの曲線ですが、これが後から効いてくるのでしょう。ということで前半戦はここで終了です。後半は内側の襟と前の3本、首が乗る上部のとこも作っていきます。では後半戦スタートです。内側の襟は襟上部と互いの角度ですね。ここさえ合わせれば大丈夫です。首が乗る上部と前はもう一段コンパネをプラスするので隙間が空いてても大丈夫です。なので楽勝と言いたいところなんですけど、苦戦しているところも後半お楽しみください。
ということで襟は完成しました。ちょうどここゲリラライブしてたあたりです。気まぐれでねライブもするので、ぜひ通知をオンにしてもらえたらね見逃すことないかと思います。よし。残りあと少し天板と前を作っていきます。前と天板、こいつで木目を合わせて作っていきます。前に2本溝っていうか3枚で構成されているような感じですかね。よくわからないんですが、溝が2本見えます。いろいろ考えたんですが、シンプルに作り上げるのがベストかなと思って作っていきました。12ミリの合板を5ミリほどにプレーナーで落としました。5層構造の合板が 2.5 層構造の合板になった感じですかね。天板の加工です。両サイドを曲線にする必要があるのと、天板も湾曲しているので裏にソリッドを入れて曲げていきます。天板の首が刺さる部分ですね。メインカメラがやられたガンダムをアニメで確認したんですが、ギタギタに壊れてて、どんな形をしているか確認できず、見える部分ではないのでそのままフラットでもよかったんですが、ガンプラのように8角に切り込んでみました。
僕はガンプラに勝ちたいわかるかな、わかるやろな。最後の仕上げに後半の積層隠しに後半の1層目を削り取ったものを貼り付けていきます。ここまで来たら天板の8角のところも、隠さないと気が済まないというか、みんなにも突っ込まれるだろうしなということで隠していきました。
今回の制作はここまでです。襟制作見てどうでしたでしょうか。皆さんの予想通りの制作だったでしょうか。いつもね、みんなの予想の斜め上を行きたいんですけどね、こういうパーツはね、なかなかそうはいかず、綺麗に仕上がったものをじっくり見てもらって締めたいと思います。この角度からの眺めがね、僕的に最高です。もうガンダムですよね、これは。ということで、着実に A パーツが仕上がってきました。次は腰の赤いパーツとドッキングさせたいと思います。そうしないとね、コックピットハッチもランドセルも形が決まらないんですよね。ということで今回の動画はここまでとなります。次はこいつとのドッキング。いつも通り苦戦必須でしょうね。お楽しみにしていてください。ということで今回も長い動画になりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、完成まで見届けてもらえたらなと思います。ではまた5日の木曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。